ブレーキをクリアしてきたので、はい。今日ははいちょっと、もしかしたらトーン落ちるかもしれないんだけど、はい。ハンドルの持ち方ハンドルの持ち方で変わるんですか？ね、何が変わるんだろう。あんまり期待できないね。そうですね。ブレーキいろいろ感動ししてきたのに、うん。今日はなんかダメかな。よく言うでしょ、オートバイはハンドルに力入れちゃダメって言いますね。ね、はい。肩の力が入っちゃダメとか、うんうんうん、腕の力が入っちゃダメとか、はい、なぜですか？なぜ力が入っちゃうとこけやすくなる。本当か？違うの？オートバイの前輪というのは、はい、ブレーキの時にも最初に説明をしたけど、はい、実は後ろの車輪についていくんですよね。前にあるんだけど、はい、ホイールベースの分外側をなぞっていくんですね。あ、前の方が外側をこういく。そう、で、まあ前にある車輪なんだけど、はい、言ってみれば実は後ろからついてきてるという、これはね、自転車のハンドルを考えた人がすごいんだよね。だから速度が下がると、でもやっぱりバランス取るでしょ。取りますね。ハンドルでバランス取るよね、はい、やっぱり人は他に捕まるところないから、はい、右に切ったり左に切ったりすると一体何が起きてるのか、はい、ね、ちょっとそれを今から体験してみよう。はい、今サイドスタンドで立ってます。いいです、ステップの上足乗っけちゃって、はい、ね、この状態で、はい、例えばハンドルを右に切る。はい、オートバイ今どっち行った？絶対はこっちに行きます。傾いたね、はい、はい、じゃあ同じ今度逆に左に切る。ほら、こっちに行きました。なんでだ？なんでやろう。なんでですか？右に切ったのに、はい、車体は左に行こうとしてる。左に切ったのに車体は右に行こうとしてる。ややこしいな。ややこしいですね。うん、なんで？オートバイって、はい、このステアリング軸って、はい、ここにあるんだよね。この丸のとこですね。で、はい、フォークは前についてます。タイヤが設置してるのはここでしょ。はい、だけど軸はここだから、はい、この軸を中心にすると、実はこの接点、ここのからまっすぐ下降りたとこ、ここが触ってるところなんだけど、はい、ステアリング軸ってここで一回クロスして前に出てるんだよね。だからこうやると逆に動くんだよ。全部セルフステアといって、はい、人が何とかしちゃダメなんだ。この仕組みの中で、はい、実は全部勝手にバランスするように作ってあるわけだ。バイクなんですか？曲がりやすく作ってるのに、それを指一本でもいいから、はい、ちょっと力入れちゃうと機能しなくなる。で、あなたが言っている、はい、曲がらないって。例えばこういう動き、ね、はい、それからこういう動き、はい、これ振動だよね、これはちょっと動くよね、今度は、はい、さっきのブレーキと同じで、はい、外の2本だけで握ってください。外の2、はい、2本だけで握ってください。で、左手、はい、左手の手の甲まっすぐ、左手、右はこうね、スロットルひねるんでしょうがないんで、はい、右手、外側2本だけでしっかり持ってる。はい。ね、いいですか？はい。はい。で、それで持ってるよね。はい。で、ほら。ね。揺れとか振動が小さくなります。そう。なんでですか、これ。あと、はい、これ。これはわかるよね。わかります、わかります。これさっきのよりもわかる。わかります、わかります。ね、だけどこういうのはね、これじゃあ押さえてみて、手で。はい。で、さっき自分のやり方。はい。その状態でやるから、はい、押さえよう。ほら、押さえられちゃうじゃん。あれ？押さえられたらダメ？そうだね。なんで押さえられたらダメなんですか？だってさっきから言ってる前輪が自由な動きができなくなっちゃうじゃん。さっきの左手首をそうやって持って、はい、手の甲をまっすぐにしてると、はい、ね、押さえたくても押さえられないでしょ。で、なんか伝わらないから怖くないよね。減衰してる自分の体に来るのが。で、なるに任せてられる、これだったら。なるほど。で、これで何が違うのって思うかもしれないけど、はい、
くるくる乗ってみる、途中でああこうなったと思ったらまた直して、曲がり方が曲がり始めが鋭角に曲がってるんですよ、最初が。例えばこう行くでしょ、ずーっと行ってはい曲がるよってとこで、あそこでもう鋭角に曲がってる。最初がほら鋭角に曲がってる。今までのはなんとなく曲がったのがね、ハンドルが切れてるでしょ。自分で切ってんじゃないんだあれね。おお、なんか違うな。違いましたよね、回ってんのを見ていただいても。はいはい。いや全然安定感が違います。最初ははいゆっくり曲がってたのが、はいだんだん慣れてきたから、はい鋭角的にはい。そこでカクッと曲がり始めたよね。ああ、意識してなかったですけど、でもそこではいスッと曲がるのが分かったでしょ。はい。こうやるとすごい曲がりやすいから、自分でもある程度あるとこまで行ってかはらい曲がろうっていうふうになってくんだよね。でも私まだ理屈をちゃんと分かってないんですけど、でも曲がりやすいのは確かです。この先ね、はい本当は体重の移動とかまだまだ課題テーマはあるんだよ。はいだからそれをこれからクリアしていくためにも、はい今少し分かってきたから、ね、せっかくだからまっすぐ走って、はい、今曲がりますっていうのがどんぐらい違うかはいちょっとやってみましょうよ。はいこの先本当はリーンとかちゃんと練習します。はいでそれはもっともっといろんなギアチェンジができたりとかトラクションできたりとかいうことしてからのリーンを勉強します。はいでその時に本当のリーンを教えるけど、はい今は曲がる時にね、あなたが例えば左へ行こうとする時に、はい左へ行こうとする時に、はい左の脇腹の力をただ抜けばいい。そうそれだけでいいから、はいそれで左に曲がり始めるね。思ったとこから曲がってる、曲がろうと思ったとこから曲がってる、明確に違う。力抜いたら勝手にバイクが曲がっていきますね。すごい力抜いた方がいいんだよ、今までこうなってたからね、リンしようとか、力で曲げようとか、でも絶対こっちの方が曲がるよね。そうですね、なんかキューンって気持ちいいぐらいに回ってて、今もう気持ちよすぎて無心で回ってましたそうなんですよ、それがさっき言ってたセルフステアということで、これをなんと、いい、なんとあなたは今まで邪魔してた、本来はオートバイはそうやって自分の力で曲がるのに、それをあなたがガチガチやってるから曲がれずに、それもしかもフラフラしちゃって。なるほどね、ライダーが特性を殺してたってことですね。そうです。なるほど。今日はハンドルの持ち方だ、大したことね今日はって。いやなんか何気に一番奥深かったような気がしますツーリング中とかいろんな時に、あ、またこうなってるぞっていうのをチェックするとか、ね、ブレーキもそうで、あ、なんとなく今かけちゃってるけど、やっぱりちゃんと滑らそう、リアブレーキも、あ、なんとなく踏んじゃったけどそうじゃなくて、やっぱりここは強弱コントロールしましょう、みたいなこと。これは毎日日常やってるとどんどんもう自分の自然の方法として身につくから、ね、それが一番大事ですよね。気がついた時に意識してやるっていうね。これで、そこそこベースのとこはできたんだけど、オートバイの楽しさは、ふーちゃんこれからなんだよ。これからなんですか。もう今結構楽しんでますけどもっとこれからカーブを曲がっていくのが、こんなにワクワクできるのみたいな。次回以降、いやめっちゃ楽しみです。OK